こんにちは。今回はダイソーさんのこちらの波太糸でたった3日で編めるトップスニットをご紹介します。今期も SS トップスニットがトレンドということで、簡単な編み方ですぐできるプルオーバーを編みたいと思います。わかりやすく説明しますので、まずは最後までぜひご視聴ください。前身頃から編んでいきます。作り目は1号太い針で編みたいと思います。7号針で編んでいきます。鎖目を編んでいくんですけど、95目編んでいきます。ここから1、2、3、4、5、これで95目編んでください。はい、95目作り目を編んできました。そしたら針を変えて6号針にします。3.5 ミリです。はい、そしたら立ち上がり鎖3目編んで、1つ鎖を編んだら、1目2目飛ばして3目目の裏山を拾います。そしたら鎖1目編んで、1目飛ばして次の裏山のところを拾って長編みを編みます。この、編み方ゆっくり紹介しているのが、前回の動画になりますので、ちょっとよくわからないって思う方は、前回の動画を見てください。1目飛ばして長編み、このように、鎖と長編みを繰り返し交互に編んで1段目、最後までいきます。はい、95目1段編んできました。長編みで編み終わっています。そしたら、立ち上がり鎖3目編んで、この前段の鎖1目分を入れて全部で鎖4目編んで編み地を繰り返して前段の長編みのところに、目の頭に針を入れて長編みを編みます。でまた鎖と長編みを繰り返し編んでいきます。前段の鎖の部分には鎖を編んで、長編みのところには長編みを編んで、このように交互に編んでいきます。これを、今2段目を編んでるんですけど、22段まで編み進めてください。はい、このように糸端が来て、糸を付け足したい時は長編みを編んだ後に鎖を入れる時に、このように、新しい方の糸で鎖を編んで
長編みを編んでいくようにしました。ここは後で糸始末する時にこの編み地に縫い付けていこうと思います。編み進めます。はい、22段このように編んできて、で糸端を引き出して15センチほどのところでカットして、このようにしたら、こちらが表になるので編み地をひっくり返して、ここから原目に入っていきます。脇の部分を両方原目していきます。最初に今度23段目になるんですけど、1目2目脇を両側原目するので、今度ここから糸端をまた、つけて編んでいきます。立ち上がりの鎖3目123目プラスこの前段でいうところの鎖の1目を入れて4目鎖を編んで、また長編みと鎖交互に編んでいきます。で、こちらの長編み1目分のところになるので、こちらとこの鎖1目を編まずにこの長編みのところまで編み進めていきます。はい、1つ2つ2目手前まで編んできました。そしたら、立ち上がり鎖3目編んで編み地をひっくり返して、今度は前段のこの鎖を飛ばしてこの長編みのところに針を入れて長編みを編みます。これで2目減らす形になります。で、鎖を1目編んでまた長編み鎖長編み鎖を交互に編んでいきます。はい、24段目の最後に来ました。長編みを編んで鎖を1目編んだところで、前段の長編みと立ち上がりの鎖のところに来ています。そしたら、長編みの未完成を、この、隅から2番目の長編みのところと、あと、この鎖3目の3目目の頭のところ、2本拾って長編みの未完成を編んで、ここで長編みの2目一度を編みます。これでこの長編みの1目分になるので2目減ったことになります。立ち上がり鎖3目
で編み地をひっくり返して、ここの原目をやったところの次のこの長編みのところに針を入れて、長編みで次鎖、長編み、鎖という形でまた編み進めていきます。こういう感じになります。はい、原目の3段目の最後に来ました。前段この鎖が斜めになっていて、長編み2目残っているこの形になります。で今長編みを編んで鎖を1目編んだところになります。そしたら、長編みの2目一度をここで編みます。長編みの未完成を2目編んで最後に引き抜きます。でまた、立ち上がり鎖3目編んで4段目編み地をひっくり返して、そのまま、今ここ2目一度やったところで、その次のこの長編みのところに長編みを編んでいきます。でまた鎖、長編み、鎖、長編みを交互に編んでいきます。で、この3段目の編み方を、6段目まで編み進めてください。編み図で説明すると、ここが22段目で、ここから原目になります。ここで糸をつけて立ち上がり鎖3目編んで、そのまま鎖を1目編んで、長編みを編んでいきます。22段目のここの2目は編まずに3目目、この長編みの2目目に糸をつけて編んでいきます。でずっといって、ここの、前段22段目の立ち上がり鎖3目とこの、鎖1目の手前のこの長編みのところで長編みを編んで、原目の1段目が終わります。で立ち上がり鎖3目編んで、前段の2目目にあたる長編みのところに長編みを編んで、鎖長編み鎖長編みという形で編み進めていきます。それで、長編み鎖を編んで、前段の長編みとこの鎖、立ち上がりの鎖3目目に、針を入れて長編みの2目一度を編んで2段目を終えます。で3段目立ち上がり鎖3目編んで、前段の原目の次のこの長編みのところに針を入れて長編み、また鎖長編み鎖長編みという形で編み進めていきます。そして、最後は、前段のこの原目の手前のこの長編みとこの原目したところの目の
頭に針を入れて長編みの2目一度を編んで終わります。で、4段目からは3段目と同じようにまたこのように3目立ち上がって、で、弦目の、手前のこの長編みのところに針を入れて長編み鎖長編み鎖長編みという形で編んでいって、の弦目の手前でまた、長編みの弦目をします。でこのように、6段まで編み進めてください。6段目まで編み終えたら、前身ごろの場合は首の V ネックのところに入るので、右と左と別々に編んでいくので、そこで一旦区切るんですけど、後ろ身ごろの場合は上の方まで編み進めていっていいので、7、8と編んでいってほしいんですけど、14段目のところは弦目をしないので、このように編み図で説明させてもらいたいんですけど、13段目までずっと2目ずつ両脇を弦目していきます。こちらまで来たら弦目をして、で14段目は弦目がないので立ち上がり鎖3目編んで、そのまま鎖1目編んで、全部で4目鎖を編んで、で、そのまま前段の長編みのところに長編みを編み入れて鎖長編みという形で編み進めていきます。で最後も、弦目をしないで、今までだったら、こことここの、目を拾って弦目を2目一度のこのように弦目になるんですけど、そうしないで、別々に長編み鎖長編みという形で編んでいきます。で15段目からまた弦目になるんですけど、立ち上がり鎖3目編んで、2目目の前段の長編みのところに長編みを編んで、また鎖長編み鎖長編みっていう形で編み進めて、最後また、立ち上がりのところの次のこの長編みのところと立ち上がりの鎖3目の3目目に針を入れて長編みの2目一度を編みます。ここの部分は2段目の、こちらから来て最後編む時の編み方で編んでいきます。2段目の最後のここの長編み2目一度の弦目のところで編んだように、鎖3目目を拾って編んで弦目をします。でこれで15段終わって16、17、18と、後ろ身ごろは編み進めます。15段以降も2目ずつこのように弦目を入れて18段まで編んでいきます。はい、後ろ身ごろ編み終えたものがこちらになります。そしたらスチームをこ
ちの後ろ裏側から当てるんですけど、サイズが、幅が48センチで、下から25センチ線を引いて、で内側に1センチ横にまっすぐ1センチ入ります。そして、中心24センチから44センチ上がったここから7センチ7センチ14センチですね。14センチ線を引いて、こことこの1センチ内側入ったところを線で結びます。これが後ろ身ごろの形になります。でこれを紙に書いてもらって、でピンで留めて、それで、スチームを、編み地に浮かせる感じでたっぷり、当ててください。そうすると形が整うと思います。前身ごろは後ろ身ごろを最初に出してから、書き出したんですけど、ここの高さが 1.5 センチ下がっています。ここから 1.5 センチ下げて、それで、その 1.5 センチ下がったライン上のところに、印をして、それで、1.5 センチずつ下げて、で、ここのライン上から11センチ下がったここの中心のところから線をこのように引いて、V を出しました。でこのような、製図になります。前身ごろの、この弦目、斜めになっていく弦目の6段編んできました。7段目からこの真ん中の中心のところの V、 こちらもこのように弦目が入ってくるので半分ずつ編んでいきます。こちら側が表になるので、左半分を編んでいきます。こちらが、13段まで2目ずつ弦目で、こちらの V ネックの方は、14段まで、2目ずつ弦目になります。基本的には、先ほど、弦目の編み方を紹介した編み方と変わらず編んでいきます。立ち上がり鎖3目編んで、ここ前段の弦目したところなので、この弦目の隣の長編みのところに長編みを編んで、これで減った形になります。で鎖を編んで、また長編み、鎖、長編みを繰り返し編んでいきます。この6段目で、全部で71目あるので、この36目のところに印をしてあります。でこの印の手前のここら辺まで弦目をする
手前のところまで編み進んでいきます。はい、真ん中の方まで編み進めてきました。ここが、前段の36目めに、なるところですけど、の手前の長編み、前段の長編みのこの2目を、2目一度の減目にして編みたいと思います。長編みを編んで鎖を1目編んだところです。でこの前段の長編みのところと次の長編みのところに、長編みの未完成を2目編んで引き抜きます。これで、7段目編み終えました。そしたらまた、立ち上がり鎖3目編んで編み地をひっくり返してで、この減目のところの次の長編みのところに長編みを編み入れて、これで減目になりました。で鎖を入れてまた長編み鎖長編みという形で編んで、鎖3目のところのこことこの長編み2目目ここの目と、2目一度の長編みを編んで、減目していきます。これでまた2目減目になりました。これを繰り返して、13段まで、2目ずつ両側2目ずつ減目していってください。はい、13段まで編んできました。そしたら、こっちのネック側はまた2目減らすんですけど、こっちの、腕の方は隅の方は、減らし目なく編みます。立ち上がり鎖3目編んで編み地をひっくり返して前段のこの減目した次の長編みのところに針を入れて長編みを編みます。そしたら鎖を1目編んで長編みを編んで鎖を編んで長編みを編みます。これで14段目が編み終えました。減らす場合はここの部分で2目一度の、長編みを編むんですけど、編まずにこのようにこの隅のところに隅の前段減目したところにも長編みを鎖と長編みを編んでこのように終わります。はい、そしたら、15段目はこっちの脇の方は2目減らすんですけど、こっちのネックの方は1目だけ減らす感じになるので、立ち上がり鎖3目
で上がって編み地をひっくり返してで、長編みの次の長編みのところに針を入れて長編みを編んで、それで、鎖を入れて、もう目がないのでここに普通に長編みを編みます。これで、15段目が3目になります。はい、そしたら16段目は、立ち上がり鎖3目編んで編み地をひっくり返して、でもう、この長編みのところしか編むところがないので、もう一目鎖を編んで鎖全部で4目にして、そしてここの前段の長編みのところに針を入れて長編みを編んで、これで16段目が終わります。これで、この、左半分、こちらが表ですね、編み終えました。たら糸始末分だけ糸を残してカットします。ちょっとここ間違えて1段15段で1回切ってしまったので、ちょっと付け足して今編みました。そしたらこっちの部分も同じように編んでいきたいと思います。13段目まで同じように、2目ずつ減目をしてってください。ここが中心の鎖のところ、中心の、目なので、この隣の長編みのところに針を入れて立ち上がり鎖3目から編んでいきます。そして次のこの糸端一緒に編んでいっちゃおうかな。糸始末しなくてもいいと思うので、長編みの次の長編みのところに針を入れて長編み鎖長編み鎖で編んでいきます。そうするともうこの段階で2目減ったことになります。でここね、隅まで来たらここのところで2目一度の長編みを編んで減目していってください。減らし方は、左側の部分と同じように、両端2目ずつ減らしていってください。右側の、ここから1234567段、これ減目から言うと、13段まで、こちらから言うと13段まで編んできました。そしたら、14段は、こっちの、腕の隅の方は減目なしになるので、
立ち上がり鎖3目プラス鎖1目、鎖を4目編んで編み地をひっくり返して、で、この前段の弦目の次のこちらの長編みのところに針を入れて長編みを編みます。で鎖を編んで、もう次が、このネック側の V ネック側の弦目になるので、次の長編みのところと、こちらの前段で弦目したところの長編みのところに長編みの未完成を編み入れて、で糸を引き抜きます。これで14段目が編み終えました。で、15段目は123目で立ち上がって、編み地をひっくり返して、で、この前段の、長編みの弦目のところの目に、長編みを編みます。そして、鎖を1目入れて、でこの長編みのところと、こちらの立ち上がり鎖3目目の4目目の鎖じゃなくて3目目に針を入れて、これで、2目一度を編みます。はい、これで15段目、3目になります。そしたら16段目立ち上がり鎖3目編んで、もう1目鎖を編んで、最後に、こちらの目の頭に針を入れて長編みを編んで、これで16段目編み終わります。そしたら糸をカットして引き出してください。これで、右側の部分が編み終わりました。こんな感じです。そしたら前身ごろも型紙を取ってスチームを、裏側編み地の裏側から浮かせるようにしてスチームを当ててください。